どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。iPhone 14 Pro の長期レビューでございます。使ってみて分かった、良かった点と、いまいちな点も含めて全部ね、レビューしたいと思います。iPhone 14 Pro、買いなのかどうかみたいなところも含めまして、めちゃめちゃ聞かれるので、ここも正直に答えたいかなと思います。というのも iPhone 15もですね、おそらく9月に出るんじゃないかなと思われますんで、こちらについては前回の動画で詳しくね、詳細は話してますんで、こっちを見てほしいんですけども、ぜひですね、コメントいただきたいと思ってまして、今どの iPhone とかね、スマートフォン使ってて、こんな理由で変えたいとか、逆に変えてみて良かった、いまいちだったところとかね、ぜひあればコメントいただきたいなと思ってます。皆さんのね、参考になると思うんで、今回レビュー以外にもですね、正直に Apple 製品のレビューだったりとか、これはいいなって思ったガジェットだけね、紹介していきますんで、今のうちにチャンネル登録お願いいたします。iPhone 14 Pro のね、デザインなんですけども、13 Pro とかとね、同様にですね、しっかり作られてるかなと思います。基本的なデザインに関しては、ほとんど変わってないですね。このステンレススチールのね、質感だったりとか、背面はマットな仕上がりの、ガラス素材で、ただやっぱ普通の iPhone 14のモデルとかと比べると、高級感っていうのはやっぱり感じるかなと思います。ただ画面サイズが 6.1 インチっていうサイズの割には、本体重量が200、だいたい 6g というところで、重量はやっぱり重めなのかなと思いますね。例えば最近発表されましたナッシングフォンっていうね、2っていうのが出たんですけども、こちら画面サイズが 6.7 インチっていう風に大きいんですけども、重さが 200g なんですよね。重厚感があるっていうね、風によく言えばっていうことにしておきましょう。はい。で、本体の大きさに関しては、6.1 インチ、このサイズ感に関してはやっぱ非常に持ちやすいなっていうのを感じます。重いんですけど、なんだかんだ慣れるっていうところはあります。ただ人によっては想像以上に重く感じて違うモデルに変えましたっていう方もコメントで結構ね、見られましたので、リアルゴールドですね、缶のサイズが 190g なんで、あれよりちょっと重いぐらいっていうイメージですかね。背面に関しては非常にマットな仕上がりでございまして、ツヤ感もあるんですけど、サラサラしたような肌触りで指紋も目立たないですね。ただ側面のこのステンレススチールに関しては、指紋がゴリゴリつきますね。もちろん光沢感があり、高級感あるんですけども、持ちやすいんですけども、なんだかんだ結局ケースをつけて使うことが多いですね。今回新色のディープパープルに関しては、個人的には結構ね、気に入ってます。パッと見は暗い印象もあってですね、ブラックに近いのかなっていう見た目もね、受けるんですけど、光が当たるとですね、パープルが目立つので、場面によってね、いろいろと楽しめるんじゃないかなと思います。正直ブラックと結構ね、スペースブラックとかなり迷ったんですけど、コメントでも結構賛否両論だったのが、カメラの出っ張りですね。個人的には使っててそんなに気になるなっていうことはないんですけども、ただ机とか平らなね、ところ置くとですね、ガタつくぐらいですね、出っ張りはあります。割とこのアンバランスな感じっていうのは否めないかなっていうね、ところはありますね。普通のワイヤレス充電器とかで使う場合は、かなり位置を探すのに手間取るっていうのはあります。ただ一応マグセーフ充電ね、磁石でかじってくっつける充電がありますんで、これめっちゃ便利ですね。簡単にくっつけてね、充電できるので、またいろんなアクセサリー類とかもね、つけることができますので、おすすめのものはケースとかも含めて動画で紹介してますので、こちらもぜひね、ご覧いただければなと思うんですけども、今回ね、提供にはなりますが、ESR さんの方からマグセーフカードケースですね、しかも Apple の探すに対応したもの、こちらをいただきました。で、今ちょうどね、つけてるんですけども、このウォレットスタンドでめちゃくちゃいいです。この Apple Find My っていう、Apple の探すアプリに対応してますので、位置情報リアルタイムでね、取ることができます。あとは音を鳴らしたりとかいうこともできますね。あと磁力ですね、かなり結構ね、しっかりありまして、磁力は十分強いです。取れる心配なさそう。公式のマグセーフウォレットの2倍以上の磁力ということになっております。カードがだいたい最大で3枚ぐらいですかね、収納ができます。で、下から取り出せるので、結構取り出しやすいですね。調整可能な、これスタンドとしても機能できまして、縦置きと横置きどちらもできます。で、15度から170度までいけるんで、結構かなりですね、こんな感じで使えますね。で、これちょっと面白いのが、背面にね、フィンガーループっていうのがついてて、指が入れれるんですよ。リングみたいな感じで使うことができます。これ注意点としては、これバッテリー内蔵されてますんで、3ヶ月使えるんですけどね、一応充電する必要はあります。対応機種がですね、12、13ミニは非対応ってことになってますね。サイズ感的に干渉しちゃうっていうことだと思います。14 Pro で使った分には全然大丈夫でした。ここにね、カードが入りまして、3枚ぐらい。で、結構取り出しやすいです、普通に。下から押せるんで。で、ここにフィンガーループついてるんで、このまま、これがね、結構ね、便利です。質感はね、めちゃくちゃ良い。で、ここからスタンドになるんで、このまま展開してもよし、横向きで、使うもよしという感じでございます。これめちゃめちゃいいですね。
よいしょと動画でも紹介しようと思いますけども、 Amazon でもね販売してるんですが、この ESR さんの公式サイトの方が安くて、しかも送料も無料なのでこっちがおすすめなんでね、概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。これ結構いいですね。 Apple ねマグセーフ対応のウォレットだとね、公式で買う多分9000円とか、今 Amazon で安くても7000円8000円ぐらいはするので、そう考えるとやっぱコスパがいいなと思います。戻るんですけど、この iPhone 14 Pro ディスプレイに関しては今回は 120Hz のですねプロモーション対応で滑らかな画面で、解像度はだいたい 2K あたり 2K ぐらいに近いのかなっていうところで 460ppi なので十分に綺麗な画面かなと思います。解像度は特にね iPhone 12以降ね解像度変わってないんですけど、画面のねやっぱねこの明るさが違うので結構見やすく感じるんじゃないかなと思います。ここちょっとね意外かもしれないんですけども、買い替える一つのポイントになるかなと思います。で屋外での最大輝度ですね、画面の明るさが2000ニットに対応したので、かなりこう眩しいくらいにですね五光が差すみたいな感じで明るくすることもできますね。今回ねこの14 Pro から追加された新機能としては常時表示ディスプレイがあります。Android では結構以前からあった機能なんですけども、ようやくこう iPhone に来たというところですね。こちらも地味なんですけど便利ではあるかなと思います。この画面がねやっぱヒュンってね、ディムするとか言うんですけど、画面がちょっと暗くなって、そういった動きとかもですねやっぱり UI とかもねかなり綺麗ですし、画面上にこう時間だったりとかねウィジェットとかも見えますので、情報とかもね、例えば僕の場合だと AirPods のバッテリーを残量見たりとか、天気とかですね、あとPayPay もね PayPay にそのままポストアクセスできるっていう機能も入ったりしてます。対応しましたね。通知が来た場合もですね常時表示の画面にこうさりげなく表示されたりするんで、これも地味に便利ですね。通知の情報とかもロックされていれば隠すみたいな、設定とかもできますんで、なんで置き時計的な感じで使えるのかなと思いますね。ただここに関しては Apple Watch があったらそんな必要性はちょっと薄れるかなっていう感じは正直ありましたね。便利ではあるって感じ。ただやっぱバッテリーの消費に関してはやっぱり増えますね。表示表示をオンにすると大体ではあるんですけど、1日でやっぱり 10% 前後減りが早いんじゃないかなっていう感じはしてますね。もちろんこれ使い方に結構よるんですけども、1日なんでギリギリ持つか、最近は正直持たないっていう感じですかね。低電力モードを使うっていうレベルになっちゃいます。ただ設定で常時表示をオフにするっていうこともできますし、壁紙をオフにする、時間だけとか文字だけの表示にすることもできます。僕の場合は設定でですね、これタップで壁紙の切り替えっていうのができるので、ワンタップして壁紙と真っ黒い画面を登録しておくと切り替えもねできますね。電池の消費量はそんなに変わった感じはしないんですけど、正直ね低電力モードにすれば、常時表示はオフになりますし、画面を例えばこう下向きで置いたりとかですね、ポケット入れたりとかっていう時は自動的に常時表示がオフになります。使い方次第っていうところもあるとは思うんですが、こう常時表示の動きとかもデザイン的にね綺麗だったりするので、基本的に常時表示オンで使ってはいるんですけどね。このダイナミックアイランドですね、動画とか音楽とか再生すると立ち上がったりとかしてですね、いわゆる上のノッチの部分が島になってダイナミックに動くという感じですね。長押ししたりすると再生とか一時停止できたりとか、そのままアプリ移動したりもできます。タイマーを使うとこうリアルタイムで表示してくれたりとかするんですけどね、本当にこの iPhone が生き物みたいに動くんで、結構この動きとか美しいし面白いなと思います。カメラとかこうマイクが使われているとこの点みたいなインジケーターが出て今使ってますよっていう表示してくれたりとかもね、さりげない表示とかありますし、あったら便利だっていう感じはありますね。ただ一応画面の上側にあるので、結構触ったりするとなんかインカメラのねところが指紋だらけになるっていうところあるんですけど、カメラも入ってるんで、プロマックスとかだと大きいんで上側に指こう持っていくのは結構しんないんじゃないかなと思います。ただやっぱこう何かしながらマルチタスクしながらこう見れたりするっていうのは結構便利かなと思いました。タイマーとか使ってる時も他のコンテンツを本当にこう邪魔しない、さりげなく見せてくれるんで、UberEats とかね動きとか見れるんで、そういう使い方は結構あるかなと思います。ただやっぱ動画とかをこう広げてね見たりする時にはやっぱり邪魔だなっていう感じる時はありますね。普通に YouTube 見る分にはね大丈夫なんですけど、ちょっとやっぱ横長のね動画とか見ると明らかに邪魔だなっていう感じはあります。気になるバッテリー持ちに関してちょっとさっき話したと思うんですが、ここがいわゆる公開ポイントかなと思いますね。14 Pro を選んだバッテリー持ちは良くないですね。
特にやっぱ常時表示ディスプレイにすると、本当に減りが早いというか、最近特にバッテリーの劣化もね、あるんですけども、ちょっと早いなって感じてます。今バッテリーの状態としては 94% だったんですけども、このバッテリーの状態がね、見えるんですけども、例えばこの金曜日、トータルでだいたい8時間ほど使ってる。8時間ほど使ってまして、で、画面が動いてた何かしら使ってたのがだいたい4時間ぐらいちょっとで、ただ基本はこのテキストベースみたいな作業とかですね、多分検索とかだと思うんですけど、音楽聴いたりとか、動画もちょっと見てるんですけども、そんなに長くは見てないと。で、画面待機がだいたい3時間、4時間ぐらいなんで、結構画面待機で消費してるんじゃないかなっていう気がしますね。これで 100% ね、近くいってる感じがするんで、この時はおそらく常時表示ですね、壁紙を消した設定で使ってたと思います。これなので、正直バッテリー持ちがいいとは言えないかなと思いますね。こんな感じで、カメラも14分、画面上って書いてあるけど、結構多分写真を撮ったのかな、この時。なんで1日ギリギリ、持つかなぐらいの感じですね、最近特に。なんで本当最近モバイルバッテリーを持ち歩くことが増えました。だいたいいつも最近持ってますね。アンカーのね、最近登場したのおすすめなんですけども、一応リンク貼っときますね。普通に使う分には大丈夫なんですけど、撮影とか、やっぱり写真とか動画を撮ると結構もうすぐなくなっちゃう感じはするんで、次はなんでプロマックスにしようかなって思ってます。次、バッテリー持ちが改善されるっていう噂もあるんですけどね。皆さんどうですかね、14 Pro とか使ってる方、バッテリー持ちいかがでしょうか。ぜひコメントいただければなと思います。あとカメラ性能についてなんですけども、これ確かね、ノジリコで撮った写真だと思うんですけど、超広角カメラとかはね、やっぱりバチッとはまるとめちゃめちゃね、ダイナミックで綺麗に撮れます。で、ちなみにこの超広角でもですね、今回4800万画素、48メガピクセルのカメラ入ったんですけど、超広角カメラでも撮れます。広角カメラの方もやっぱもちろん綺麗でございまして、今までのiPhone 通り、良くも悪くも見たまま映すっていうね、感じではありますね。ただ初期設定はですね、今まで通り12メガピクセルの1200万画素の画質になりますので、右上にあるね、プロローっていうのをオンにしないと、しか設定でオンにしないと出てこないと思うんですけど、48メガピクセルでは撮れないっていうね、仕様になってます。ただシャッターとかはやっぱり重い分ね、連写は結構きつい、遅いですね。一回撮ってからちょっとやっぱ時間があるっていうところはあります。メリットとしては綺麗に撮れるっていうのはね、もちろんなんですけども、後でやっぱ編集の幅が広がるんですよね。データ量がその分入ってるんで、後で明るくしたり暗くしたりとか、色味をいじれるっていうのは結構いいポイントかなと思います。でこれデメリットもちろんありまして、容量はかなり食いますね。だいたい1枚あたり50から70メガバイトぐらい食うので、今までのどうですかね、30、40倍ぐらいは食ってると思います。12メガピクセルの写真が多分ね、近年2、3メガバイトとかなんで、写真をね、よく撮りたいな、綺麗なもの撮りたいなって方は、できたらやっぱ容量256ギガバイト以上がおすすめかなと思います。僕今128ギガバイト、これ久々にね、14 Pro してみたんですけども、パンパンです、正直。はい。ここら辺ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。最近やっぱこのポートレートモードでの撮影多くなってまして、このポートレートモードだと残念ながらプロローね、使えないんですよね。はい。なんで、あんまり意味あんのかなっていう感じがするんですけど、っていう感じ。写真に関しては、綺麗だけど、大幅な変化はないかなって思いました。で、動画性能に関してなんですけども、こちらについてやっぱり今あるスマートフォンの中でもほぼやっぱトップクラスなんじゃないかなと思います。手ブレ補正に関しては、かなりやっぱ強力ですよね。あと、きめ細かい描写とかですね、HDR、ハイダイナミックレンジか。光のこの強いところと暗い部分とかの描写とかも、非常に綺麗ですし、特にこの iPhone13 以降から搭載されたシネマティックモードが、サクッと後ろをぼかしてね、一眼レフみたいな感じで撮れるんですけど、これがかなりね、万能というか、万能までいかないけど、かなりね、綺麗に撮れるんですよね。最近なんで結構レビュー動画の差し込んでる動画とかも結構 iPhone で撮ってます。やっぱり AirDrop でね、サクッとMacBook とかにピュッて送れるので、ここがめちゃめちゃいいなっていうところですね。この手軽さっていうところが非常に気に入っております。新しい機能としてアクションモードっていうのね、その GoPro みたいな感じでブレをね、なくしてくれる機能があるんですけども、今のところ使ったことないですね。手ブレ補正機能が強力なものが入ってるので、そういった使い方もできます。一応前回の13 Pro とね、一緒に撮って撮影したものとかもあるんで、見ていただければわかるんですけども、結構手ブレが抑えられてるのがわかるんじゃないかなと思います。ただその分やっぱりね、画角っていうのは狭くなりますし、確か 4K とかは撮れないんですよね。画質とかよりはまず手ブレ重視みたいな感じにはなります。はい、スポーツしながら撮るとかそういった場面でいいんじゃないかなと思います。あとスピーカー性能についてもね試してますのでご覧いただければなと思います。Pixel 7とね比較だと思います。はい。
かがだったでしょうか。ぜひね、こちらもコメントいただければなと思います。もちろんね、Pixel 7と価格は全然違うんですけども、iPhone のスピーカーね、やっぱ結構いいんですよね。その臨場感とかがあって、ちっちゃいんだけどね、こっからなんか鳴ってる感じがしないんだよね。いい意味で。最後じゃあこの iPhone 14 Pro 買うべきかどうかなんですけども、別に買っていいと思います。金がね、一応ね、満足ではあります。そのバッテリー持ち以外のところで言えば。ただ別に無理して買えるものではないかなって思いますね。個人的にはやっぱり iPhone この13、13とか、特に13 Pro ですね。からバッテリー持ちとやっぱカメラの性能っていうのが非常にこう上がってますので、12と13比べるとすごい進化してるんですけど、13と14の進化は正直あんまないかなって思いました。はい。毎年出てるからっていうコメントも結構ねいただくんですけどね。一応比較しないといけないから、はい。正直13がおすすめかなって思います。このコスパで見ると。ただやっぱ本体のねやっぱカラーとか自分のこう好きな色があるんだったら例えば14選んでもいいと思うし、自分のこう気に入ったねものがあればそれ選んでもらえばいいんじゃないかなと思いますね。でまた一応 iPhone 15もですね、9月におそらく登場控えてと思いますんで、特にね急いでないんであれば全然待ってみるのもありかなと思います。やっぱり価格がね全体的に落ちますんで、新しいモデルが出るとね、すぐ落ちるわけじゃないですけど iPhone 15についてはどうなるかっていうような詳細はね前回の動画で話してますので、バッテリー持ちの部分がねさすがに改善してくれるんじゃないかなと思います。他の方のレビューとかね結構海外のやつとか見ててもちょっとバッテリー持ち大丈夫みたいな特に14 Pro に関してはあるんで、あとは一番この僕のチャンネル見られてるのが14 Pro の動画なんですけども、ここのコメント欄がね結構参考になるというか、めちゃめちゃ iPhone XS から変えてみてみたいな、ここが良かったみたいなところとか書いてくれてるんで、ぜひこの動画にもコメントしていただきたいんですけど、もちろんねこの古い機種 iPhone、10とかね結構 10S あたりね、10R とかもあると思うんですけど、そこら辺から結構変えられた方が多いみたいなんで、コメントありがとうございます。てかここまで動画見てくれただけでねもう iPhone マスターだと思いますんで、はい、結局ね僕の役目としてはこう最後背中を押すことかなっていうねと思いますので、ただやっぱじゃあ大体5年に一度とかねみたいなんですけど、皆さん変える決断をするのはもう最後はねあなたなので、再生リストにまとめてですね14 Pro のレビューとか、あとこのおすすめアクセサリーとかですね、今日紹介したものもありますし、ぜひ活用を楽しんでもらいたいですね。で現在今ありがたいことにですね1万8000人ぐらいですかね、登録者ちょっと頑張って今2万人早く行きたいんですけど、このチャンネルではですね Apple 製品はじめとしたレビュー動画だったりとか、これ使って本当良かったなっていうものをね紹介していきますので、今のうちにちょっとチャンネル登録してまたご覧いただければなと思います。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がね少しでもためになったよと思ったらぜひ高評価お願いします。はい。iPhone 15も出ればねもちろんレビューしますんで、あとコメント待ってます。それでは次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたねー。いいなこれやっぱ使いながら思ったけど、14 Pro はちょっと最近の中では外れだった気がしますね。デザインはめっちゃいいんだけど、バッテリー持ちどうにかしてほしいわ。ふう。